猫は私たちに癒しを与えてくれます。マイペースでツンデレなイメージの強い猫ですが、実はとても愛情深い動物なのです。そこで今回はアパートに置き去りにされていた猫の話と、嵐の中で出産した母猫の心温まる話をお伝えします。ある日のこと、ニューヨークの保護施設にアパートに置き去りにされた猫を助けてほしいという連絡が入りました。猫を世話していた家族は引っ越してしまい、猫だけが取り残されてしまっていました。猫は引っ越しの際に置き去りにされました。彼は親切な人たちによって保護され、私たちの施設へとやってきました。と、保護施設のスタッフは話しています。ナルニアと名付けられた猫は6歳くらいでした。ナルニアはとても臆病で、誰かが近づくとすぐに逃げてしまいます。スタッフたちはナルニアには経験豊富な養育主さんが必要だと感じ、ナルニアにぴったりの養育ボランティアさんを探し始めました。ナルニアはとても美しい猫です。彼が新しい生活の中で素敵な花を咲かせることをスタッフたちは願っていました。動物病院に行った後、ナルニアは養育主さんのもとへと向かいました。ナルニアはとても内気だったため、新しい家に着いてからもなかなかキャリーから出てきませんでした。養育主さんはそんなナルニアを安心させ、新しい環境を受け入れてもらえるように体をたくさん撫でてあげました。そのおかげでナルニアはゆっくりと確実に勇気を持てるようになり、自分の殻から出始めるようになりました。ナルニアは好きな時に柔らかいものに寄り添うことができ、すべての要求に応えてくれる人が近くにいてくれることにとても満足していました。そしてある日のこと、養育主さんをすっかり信頼したナルニアは、養育主さんと一緒にベッドで寝ることを決心しました。また日中は養育主さんのいるソファーでくつろぐようになり、幸せな時間を過ごすようになりました。ナルニアは数ヶ月間養育主さんと一緒に過ごしてきました。最初の頃はとても内気でしたが、今はとても自信を持っていて、いつもリラックスしています。ナルニアは穏やかな日常と静かな家族を強く望んでいます。また彼は他の猫と一緒に暮らすよりも家の中の唯一の王様になることを望んでいます。と保護施設のスタッフは話しています。ナルニアはずっと自分にぴったりの家族が迎えに来てくれるのを待っていました。そして保護から5ヶ月後、ついにナルニアのもとに素敵な家族が現れたのです。家族はナルニアの話を聞くとすぐにナルニアのことを家族に迎えたいと強く思ったそうです。そして家族はナルニアの信頼を得るためならどれだけ多くの時間を費やしてもいいと思ったのです。現在、ナルニアは新しい家に引っ越し、生涯の家族と一緒に過ごしています。ナルニアは家族が自分のことを愛してくれていることを知っているようで、新しい家族のもとで幸せな毎日を過ごしているとのことです。アパートに置き去りにされてしまったナルニアは、こうして新たな猫生をスタートさせました。辛い思いをしましたが、これからは幸せに暮らしてほしいですね。続いて、ある日のこと、アメリカ・ノースカロライナ州、ジェームズタウンのある住人は、自分の敷地内を猫がさまよっていることに気づきました。住人は近隣の人々に聞いてみましたが、誰もその猫を知らず、結局どの家の飼い猫でもないようでした。どうやらその猫は妊娠していて、間もなくすると出産の時を迎えました。あいにくその日はジェームズタウンを含む一帯では雷を伴った嵐が吹き荒れていました。猫に気がついた住人は保護団体に連絡し、助けを求めました。レスキューとしてもすぐにでも駆けつけたいところではあったのですが、この猫の親子を保護するためには解決しておかなければならない問題がありました。猫に限らず動物を保護するということは、その後の世話も保証するということです。しかしこの団体は自前の施設を持っていません。そしてその時はたまたまどの預かりボランティアさんもキャパシティいっぱいまで猫を預かっていたのです。そんな状況ではありましたが、猫の親子が運に見放されたわけではなかったのです。
預かりボランティアのサラさんの友人であるクリスティさんの一家が親子を預かろうと名乗り出てくれました。サラさんをはじめとするレスキュー隊は早速猫の保護に向かいました。雨は激しさを増していて、猫の親子の無事が案じられました。ところが現場に到着したものの、猫の姿が見当たりませんでした。しばらくすると母猫はどこからともなく姿を現しましたが、子猫の姿は見当たりません。捕食動物などのさまざまな危険や、そしてもちろんこの天候から守るため、母猫は子猫をどこかに隠してしまっていたのです。レスキュー隊は捜索を焦りました。生まれたばかりの子猫たちが容赦なく体温を奪っていくこの雨に耐えられるのか、時間との戦いです。とその時、捜索を手伝っていた住人が子猫の鳴き声を聞きつけました。鳴き声は家のすぐ脇にある茂みの中から聞こえてきました。レスキュー隊が急いで茂みをかき分けると、その根元に子猫が4匹うずくまっていたのです。母猫は骨の髄までびっしょり雨に濡れていましたが、子猫たちの状態はそこまでひどいものではありませんでした。母猫が集めた子猫を自分のお腹の下に入れ、雨から守っていたようです。猫の親子は5匹揃って無事に車に運び入れられました。車でクリスティさん宅へ向かう途中も、母猫は子猫たちにぴったりと寄り添い、子猫たちをきれいに舐め温めていました。そしてクリスティさん宅に到着すると、暖かく乾いた部屋に置かれた心地よいベッドで過ごすことができました。猫たちがいた家の方が鳴き声に気がついて正しい方向を指してくださったのは、私たちにとってとても幸運なことでした。また、こんなに短い間に猫たちを預かる決意を固めてくれたクリスティにもとても感謝していますとサラさんは話しています。またサラさんは、子供を一人育てるには村中の力が必要だというアフリカのことわざをもじって、猫を保護し育てるには村中の力が必要なんですとも話しています。出産は時間を選べません。嵐の日に出産を迎えてしまった母猫ですが、子猫たちを懸命に守る行動は素晴らしい愛情ですね。幸い母子ともに保護されて本当に良かったです。これから子猫たちは母猫の愛情をたくさん注がれて元気に育っていってほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。